皆さん、こんにちは。藤井です。皆さん、お元気でしょうか？今日は長めの動画です。長いので、ずっと見ているのは大変だと思うのでね、流しながら何かするのがいいと思います。あとは、寝る前とか、眠れない時にラジオみたいな感じで流してもらうのもおすすめです。私も結構寝るときにポッドキャストとか YouTube を流しています。部屋暗くしてベッドに寝転びながら暗闇の中で聞いています。で、気がついたら眠っています。日本語では気づいたら寝ていること、何かをしている間に寝てしまうことを寝落ちすると言います。そう。私は寝落ちするのが大好きなので、暗闇でポッドキャストを流しています。はい。そんな感じで皆さんも聞いていただけたらなと思います。見てください。見えないか？昨日ね、ワクチンを打ってきました。今度、仕事でインドに行くんですよ。インド出張です。で、会社の決まりで打たないといけないワクチンがあって、4つワクチンを打ってきました。右腕に2本、左腕に2本、左右2本ずつですね。まだ動かすと腕がちょっと痛いです。だから今日ジムに行こうかと思ってたんですけど、やめとこうかなと思います。皆さん最近運動してますか？私は最近ジムで筋トレをして走っているんですけど、体の調子がいいです。やっぱり運動って大事なんだなと思いますね。筋トレはね、お尻を鍛えています。夏に海に行く予定があるので、水着を着るじゃないですか。その時にね、だらしない垂れ下がったお尻だとテンションが下がるので、引き上がったお尻を目指したいと思っています。あとは背中を鍛えて姿勢を良くしたいですね。どうしても普段デスクワークなので姿勢が悪くなっちゃうんですよね。でもなかなか背中に効かせるのが難しくて、背中のトレーニングをすると腕が筋肉痛になったりします。やり方が間違っているのかもしれないです。でも筋肉痛って嬉しくないですか？なんか運動したって感じがして、痛いのは好きじゃないんですけど、筋肉痛は痛すぎないというか、程よい痛さじゃないですか。だから全然嫌じゃないし、ちゃんと筋肉に効いているんだなって感じがして嬉しいです。あと、不思議なことがあって、ジムに定期的に通い出してから太ったんですよ。
なんでって感じじゃないですか。運動したら痩せるって聞いてたのに。うち体重計が壊れているので、体重が増えたか減ったかはわからないんですけど、見た目が前よりも太っているんですよ。お腹がぽっちゃりしてきたりね。それで、なんでかなーって考えたら、やっぱり食事なんですよね。食べ物。運動したしと思って、いつもよりたくさん食べてしまったり、ご褒美とか言ってお菓子を食べてしまっているんですよね。そうそう。運動した分よりもたくさん食べちゃってるんだと思います。まあ、今の自分の体型もそんなに嫌いじゃないので、このまま好きなものを食べたいと思います。あと、やっぱり続けるのが大変ですね。今日は雨だし、やめとこうか。今日はちょっと体調が悪い気がする。みたいな感じで、行かない理由を探しちゃうんですよね。本当に良くないんですけど、これ友達が言ってたんですけど、ジムを3ヶ月続けられる人って40%ぐらいらしいです。めっちゃ少ないですよね。私は一応ジムに入会してから3ヶ月以上経っているんですけど、続いてるかって言われたら、って感じですね。月によっては2回しか行ってないみたいな。全然行ってない月とかもあるんですよ。半年後には退会しているかもしれないです。ということで、今日のテーマは運動です。まず、運動という言葉の意味を簡単に説明します。運動とは、体を動かすことです。例えば、歩くこと、走ること、泳ぐこと、そしてスポーツをすることなど、いろいろな活動が含まれます。皆さんは普段どのくらい運動していますか？毎日していますか？それともあまりしていませんか？仕事や勉強が忙しいとなかなか時間が取れないですよね。私も忙しいとつい運動を後回しにしてしまいます。でも運動は健康のためにとても大切です。運動しないと脂肪がどんどん体についていって病気になったりするリスクが高くなります。逆に運動するとどんないいことがあるかというと2つの効果があります。1つ目は体が健康になることです。運動すると筋肉が強くなりますし、体力もつきます。また血の流れが良くなって病気になりにくくなります。例えば毎日少し歩くだけでも
体にいいみたいですね。時々スマホで歩数何歩歩いたかを見ると、その日30歩ぐらいしか歩いてなくて驚くことありますよね。私は一日中家にいることが多いので、意識的に運動しないとなと思います。二つ目は心の健康です。運動をするとストレスが減ります。仕事や勉強で疲れた時に軽く体を動かすと気分がリフレッシュしますよね。これは最近私も実感しています。ジムで汗をかいて、そこから家に帰る帰り道、すごくいい気分になるんですよね。特に今の季節は気温もちょうどいいので、ジムから歩いて帰るその時間が結構好きです。皆さんは運動好きですか？私は前まであまり好きではなかったんですが、最近ちょっと好きになってきました。日本語では運動が上手なことを運動神経がいい、あんまり上手じゃないことを運動神経が悪いと言います。あの子は運動神経がいい、私は運動神経が悪いみたいな感じで使います。そう。私は運動神経が悪いので、運動していても体が自分の思った通りに動かなくて楽しくなかったんですよね。でも私の妹はすごく運動神経が良くて、足も速いし、大学でもラクロス部に入ってガンガン運動しています。運動神経って親からの遺伝ですよね、多分。私の両親、お父さんとお母さんに運動神経良かったって聞いたら、二人ともすごく良かったって言ったんですよ。じゃあ、おかしいですよね。私の運動神経も良くないと。はい。でも、運動が苦手だからといって、これまで全く運動をしていなかったわけではありません。私の運動の経験をちょっとお話しすると、まず小学生の時は公園で走り回って遊んでいました。あと習い事でバレエと水泳、プールを習っていました。で、中学、高校では部活でテニスをしていました。よく意外と言われます。日本では部活を運動部、文化部って分けることがあるんですけど、運動部はスポーツとか体を動かすタイプの部活。文化部はそれ以外、美術部とか吹奏楽部とかです。大人になってから部活の話になると、絶対文化部でしょってよく言われるんですが、運動部だったんですよ。
なんでテニス部に入ったのかというと、親がずっとやっていたからです。中学校に入る前からテニスはいいぞと親に言われていたので、自然とテニス部に入った記憶があります。ただ、とっても下手くそでした。しかも私は勝ち負けにあまり興味がない性格で、負けても何も思っていなかったので、本当に試合に勝った記憶がありません。スポーツ向いてないです。ただ、私は下手くそだったんですけど、真面目だったので、毎回部活に行っていたんですね。みんなにとっては当たり前かもしれないんですけど、周りは結構サボってる人もいました。で、試合に出る人数って決まってるじゃないですか。だいたいね、先生が上手い人とか頑張ってる人を選んで、その人たちが試合に出るんですね。上手い順だったら私は絶対に選ばれないんですが、ある試合で先生が今回は出席率で決めますと言い出しました。出席率はどれぐらい部活に来ているかってことです。で、私は出席率だけは良かったので選ばれちゃったんですよ。それですっごい遠いところまで、確か電車で2時間半ぐらいかかるところまで試合をしに行って、1回戦で負けて帰ってきました。その時はさすがに何してるんだろう。部活やめようかなって思いました。一応中学校3年間、高校3年間やっていたので、6年テニスをしていたことになるんですが、もうとても6年やっていたとは思えない腕前です。腕前は身につけたスキル、それをどれくらいうまくできるかっていう意味です。テニスの腕前とか料理の腕前とかって使います。そう、下手くそなんですけど6年続けていました。あと海外はどうかわからないんですけど、日本の運動系の部活って声出しをしないといけないんですよ。例えばテニスの練習試合をしている時、誰かのサーブが決まったら、ナイスサーブみたいな感じでね、声を出さないといけないんです。この声出しが本当に苦手で、すごく先輩に怒られました。学校の中での先輩は学年が上の人のことです。例えば自分が中学2年生だとしたら、中学3年生の人は先輩です。逆に中学1年生の人は後輩って言いますね。そう、日本の部活では先輩がすごく
偉いっていう感じがあるんです。先輩に言われたことは絶対に従わないといけないみたいなね、そんな感じです。で、部活では声出しをしないといけないんですね。なるべく大きな声でナイスとか言わないといけない。私は声出しを頑張っていたんですけど、私って声がとにかく小さいんです。自分の中での一番大きい声を出しているんですけど、周りと比べると小さいんですね。だから、すごい先輩に怒られました。あなたの本気はそんなもんなの？もっとできるでしょって。その出来事があって、私って声が小さいんだなって気づいたし、そこから今までずっと声が小さいのが悩みです。はい、私の部活の思い出はこんな感じで、日本人はどれくらい運動をしているのという話をしたいと思います。小学校とか中学、高校とかの学校では体育の時間がどこの学校にも必ずあるので、みんな運動する時間がありました。でも、大人になると、そういう機会はありません。だから運動量が減る人が多いようです。この間、何かの記事で、日本人は平均週に3時間しか運動していないと書かれているのを見ました。日本人は働いている時間が長いので、なかなか運動をする時間を取れない人が多いのかもしれません。あとは単純に健康になりたいという気持ちが他の国に比べてあまりないからかもしれないですね。運動に対する意識が低いのかもしれないです。日本人は痩せている人が多いのかなと思いますが、その原因は運動ではなくて食事なのかもしれません。日本食はやっぱりヘルシーなものが多いですからね。じゃあ、日本人はどんな運動をしているのというと、いろいろやっています。まず、スポーツで言うと、日本でスポーツといえば野球かサッカーです。この2つがスポーツの中で一番やっている人が多いんじゃないかなと思います。あと、バスケとかバレーボールも最近は人気ですね。他にもバドミントン、テニス、卓球なんかがメジャーなスポーツですね。アメリカとかだとアメフト部がモテるみたいなイメージがあるんですが、日本ではバスケ部かサッカー部がモテますね。ちなみに私は野球部派です。まあ、中学校、高校では女の子しかいない学校に通っていたので、野球部派っていうのは想像の話なんですけど、
日本の野球部って坊主、スキンヘッドにしないといけないみたいな決まりがあるところが多いんですよね。高校野球とか見るとわかると思うんですけど、全員坊主なんです。なんでかわかんないんですけどね。私、坊主が好きなんですよね。何の話って感じですよね。すいません。そう。最近は健康意識が高まっていて、ランニングとかヨガ、ピラティス、筋トレとかが流行っています。SNS とかで記録を発信したり、運動する仲間を見つけて習慣にしている人もいますね。私の友達にも最近ランニングやヨガを始めたという人がちらほらいます。朝ランニングしたりとかジムに行ったりしている人、本当に尊敬します。朝なんてなるべく長く寝たいじゃないですか。それを早く起きて運動するなんて偉すぎます。あと、ピラティスは個人的に気になっていてやってみたいなって思っています。あとはダンス。ダンスってめっちゃかっこいいですよね。私は人生でダンスをしたことは学校の行事で伝統的な踊りを踊ったことがあるぐらいで、全然ダンスしたことないんですよ。だけど最近ちょっとダンスに憧れがあるので、いつかやってみたいです。皆さんは運動する習慣はありますか？おすすめの運動があったら教えてください。もうみんな寝ちゃったかな？ということで、本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしております。もし応援、サポートをしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。